どうも、まさです。今回はですね、こちら、ポルカドットスティングレイでございます。で、今回ね、淡水のエイがいただけるということでですね、ありがたいんで、ぜひくださいということでいただいたんですけども、こいつ、めちゃくちゃ可愛いな。数々の生き物をさばいてきた私でございますが、それでも若干かわいそうという気持ちがあるんで、ちょっと文化の話をしましょうか。生き物が亡くなった時ですね、埋葬方法がいろいろあるんですけども、我々日本人としてはですね、基本的には火葬が多いんですけども、お魚のペットの場合だと土掘って土の中に埋める、フリーザ編の、ベジータの埋葬方法なんですけども、中にはですね、植葬という方法がありまして、考え方としてはですね、亡くなってしまったのであれば燃やしたり埋めたりしてしまうんではなくて、体の一部となって一緒に過ごしましょうねというね、そういう考え方もありますね。そして淡水のエイ、果たしてどんな味なんだというねところもありますね。ということで早速観察していきましょうか。はい、ということでこちらがですね、ポルカドットスティングレイでございます。エイってもともと海に生息している生き物なんですけども、このエイはですね、ブラジルのアマゾン川に生息しているそうで、今はですね、観賞魚としてめちゃくちゃ価値の高いお魚となっております。で、この星空みたいな模様がめちゃくちゃ綺麗ですよね。で、海のエイと一緒でですね、しっかりとね、毒針があります。調べたところですね、こちらの毒針かなり毒性が強いようで、飼育されている時に刺されたら激痛になるだけではなく、最悪の場合呼吸困難になり死に至った症例もあるようですね。で、普通のエイと一緒でですね、ここに目がありまして、裏側に口がありますね。よいしょ。裏返すとこんな感じですね。裏側も黒いんだ。で、ここに口があって、で、ここ奥の方にエラがありますね。で、ここにですね、エラに水を通す穴がいくつかありますね。今回ね、こちらの相場調べたんですけども、びっくりしました。ちっちゃい個体でもですね、1万円とかして、で、大きい個体だと2、30万しますね。で、このぐらいのサイズだと10万円ぐらいするみたいですね。そしてですね、一応食べられた事例があるのかなと思って調べたんですけども、ポルカドットスティングレイさんっていうね、歌手の方がずっと出てきて、ポケモンの歌しか出てこなかったですね。で、学名でも結構調べたんですけども、食べられてる事例は全く見つかりませんでしたね。はい、では早速さばいていきましょうか。で、ちょっと今回ね、あまりにも触ったことがなさすぎる生き物なんで、ちょっと食べられそうな部位を触っていきます。なるほど、理解しました。基本的にエイってこのヒレの部分しか食べられなくて、ここにね内臓が入ってまして、ここにね巨大なエラが入ってまして、でこのね先っぽはですね、エイはサメと近い種類でね軟骨魚類ですから、ロレンチン器官って言って、微弱な電流をね感じる器官がね入ってるんですけども、まずヒレを可食部位を外しまして、そしてお腹の中見て、エラ見て、ロレンチン器官がついてるのか確認していきましょうか。ではまずエイヒレを外していきます。はい、エイヒレが取れました。骨はかなり柔らかいんですね。全然ぐさぐさ切れます。はい、取れました。海のエイと一緒でしたら、この中に大きな肝臓があるはずなんですけども、どうでしょうね。エイはサメと一緒でですね、大きな肝臓に油を溜めて浮力調整してますからね。おお、大きな肝臓がやっぱりありますね。あとは腸がありますね。そしてあと軟骨魚類の特徴なんですけども、生殖器がありますね。これオスです。生殖器が2本ありますね。オスですね。ここ結構ちょっと骨が入ってるんで、もしかしたら包丁入んないかもしれないんですけど、ここにはエラが入ってるはずですね。やはりエラが入っていますね。ここにはちょっとロレンチン器官気になるんで、ここ見てみましょうか。なるほどね。今までさばいてきたエイとは違って、そこまでロレンチン器官が発達してないように見えますね。他のエイと比べると明らかに少ないですね。他のエイが知りたい人はですね、ぜひ僕のマダラエイのさばく動画でも見てください。はい、ではそうしましたら、こっちヒレなんですけども、皮はですね、なんか触った感じめちゃめちゃヌルヌルでザラザラもしてるんですよね。これコンクリートっぽいようなね、なんかザラザラ感がありまして、皮は食べれなそうなんで皮剥いでいきます。この真ん中の軟骨を取って皮を剥いでいきましょう。こんぐらいまでしか取れないかもな。身薄いわ。はい、取れました、身が。で反対側行きましょうか。
エラの裏側なんですけども、こっちは身が薄いですね。筋肉が薄いな。であとね、エイ独特の臭さが全然ないですね。このエイがなくなって24時間以上経ってるんで、普通だったら結構もう匂いが出てきてもおかしくない時間帯なんですけど、全然匂いがないな。はい、そしたら皮を引いていきましょうか。なんでこれこんなに臭くないんだろう。そうか、あんまり筋肉中に尿素が含まれてないのかな。尿素自体は無臭なんですけど、すぐにアンモニアに分解されて臭くなったりするんですけど、あんまり含まれてないのかな。てか無臭ですね、本当に。めっちゃ綺麗。普通に居酒屋とかで売られてるエイヒレみたいになりそうですね。はい、ということでね、ここまで来るともう普通にエイの身って感じなんですけども、マジで匂いがないな。軟骨魚類ってね、尿素で浸透圧調整をしてるんで、基本的にですね臭くなりやすいんですけど、軟骨魚類特有の匂いがなくて砂の匂いがしますね。で今日はですね、こちらほんと刺身でね、どんな味か確かめたいところなんですけども、淡水のものはですね、生食して当たった場合がねかなりやばいんで、やめておきましょう。で今回ですね、どんな味か確かめたいんで、なるべく薄味で無味で焼いたものと塩コショウで唐揚げにしたもの、この2品を作っていこうかなと思います。はい、それではまず切り分けていきましょう。で無味焼きの方はですね、味確かめ用なんで一切れでいいとして、こちらですね、塩コショウ味をつけていきましょう。はい、こちら塩コショウですね。でここに片栗粉をまぶしていきましょう。はい、セット。では油を入れていきます。はい、それではエイを入れていきましょう。よし。こんなに匂いがしない魚初めてなんだけど。いやでも淡水魚の香りって感じだな。さて、そうしたらエイを焼いていくんですけども、ちょっと焼くものがないんでこの鍋で焼いていきます。じゃあセットして、くっつかないか心配ですけど油は敷きたくないんでこのまま焼いていきます。やばい、やっぱりくっついたか。くっつくわな。はい、ではいいでしょう。火が入りました。完成です。はい、それでは完成しました。ポルカドットスティングレイの唐揚げと焼きですね。おそらく人生で最初で最後のポルカドットスティングレイになるでしょう。どんな味なんでしょうね。では焼きからいきましょう。早く。うわー、すげえなこの味。初めて食べる味ですね。これはすごい泥の味で、そして香りがね、ずっと灰の香りですね。すごいなこれ。非常に味は悪いですね。で食感としては普通に固めの白身魚って感じなんですけども、すげえなこれ。本当に泥の味ですね。じゃあ唐揚げいきましょう。唐揚げはでもそんなに臭くないな。これ分かったわ。皮引いた時に白いところが若干残ったじゃないですか。白いところに泥の味が詰まってますね。身自体にはそんなに味がないかも。なるほど。なぜか分かんないけど灰の香りはなくなってひたすら泥の味がしますね。でもせっかくいただいた命なんでね、しっかり食べましょう。はい、それではごちそうさまでした。ちょっとね今回、初めて淡水魚を食べたんですけど、ちょっと舐めてましたね。焼いただけのエイは泣きそうなぐらいの味がしましたね。これはすごいな。いやー、今までいろんなものを食べてきましたけども、スパイシーな味でしたね。これワンチャン体に悪いんじゃないかっていうちょっと心配になってきてるんですけども、結構な量食べましたんで、動画編集はどうせ1週間ぐらいかかりますんで、当たったかどうか書いておきます。というわけで淡水さんごちそうさまでした。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。
腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。